子にはそれを見せてもいいと書いてあるわけですが、夫の親、自分の子、夫の子って書いてありますね。はい、夫の子、つまり再婚しているかもしれない、夫に子供がいる、その子にもだから家族だったわけだから、その子には見せてもいいよということになるわけですね。露出している部分の他は我が身の飾りとなるところを表してはならない。この露出している部分の他はってどこだろうっていうのが、ここはそれぞれの信者によって違うわけですね。はい、手のこの部分は露出しているということになる。顔の部分も露出しているというふうに見る人もいれば、特にアラブ世界においては女性の髪というのは大変美しいものとされていてですね、男性たちは女性の髪の毛に非常に惹かれるというのがあるので、うっかり女性が髪の毛を見せていると男たちのよこしまな欲望を引き起こす恐れがある。そういうことを防ぐために髪の毛は隠しておこうという、これがずっと広がっていて、結果的に世界中のイスラム教徒の女性たちは髪は隠すという形をするわけですね。これはサウジアラビアですけども、もう手と目元しか出てないですね。そうですね。でもこれが同じイスラム圏でも、例えば東南アジアに行くとね、インドネシアのあたりに行くとこういう格好をしてる人はほとんどいないですよね。全世界に16億人の信者を持つイスラム教、その聖地について池上さんが解説します。もともとメッカ、ムハンマドが誕生した場所ですね。そしてここにカーバ神殿があります。メッカでムハンマドはメッカで生まれ、で40歳の時に神様の言葉を聞いたと言ってイスラム教を広めていくわけですが、これがですね、迫害を受けるんですね。迫害を受けて彼らはメディナに移り住みます。これを聖なる引っ越し、聖戦と言いまして、聖戦をヒジュラと言います。イスラム教の暦はヒジュラ暦。このムハンマドがメッカからメディナに移った時、このヒジュラを、これをヒジュラ元年とし、そこからヒジュラ暦という暦があります。でその最後にムハンマドはメディナで亡くなります。そしてもう一つの聖地がエルサレムです。ムハンマドはですね、このコーランを読むと、ある日の夜、天使の馬に乗って遠い町まで行き、そこから天に昇ってまた戻ってきたということが書かれているんです。岩があってですね、その岩にムハンマドが来て、その岩から天に昇ってまた降りてきたと言い伝えられているんですね。そんなムハンマドが触った大事な岩じゃないか、これが風雨にさらされていて欠けてしまったら大変だって言って、イスラム教徒がその上にドームを作った。岩を守るためのドームを作ったんです。でせっかくだから、じゃあそれを金で張ろうと言って金張りの黄金の岩のドームができたんですね。これは何をしているかというと、ここの岩を守るためのドームなんですよ。かなり巨大な岩です。ところがその岩の下に行くとですね、そこもお祈りするためのモスクになってて、メッカの方角に向かってお祈りする場所がそこにもありました。でこれが、要するに昔の神殿の跡ですよね。ユダヤ教の神殿の一番の中心部の岩があった場所に今イスラム教徒が岩のドームを建てている。これがエルサレムの場所ということですね。イスラエルのエルサレムにやってきました。平和のあるところ、神が築いたなどを意味するエルサレム。歴史は3000年以上に及びます。私の後ろに広がっているのはエルサレムの街並みです。城壁とその向こう側がエルサレムの旧市街です。この城壁と旧市街の220もの歴史的建造物は1981年に世界遺産にも登録されました。これがイスラム教の岩のドームです。金色の屋根がひときわ目立ちます。預言者ムハンマドは神に導かれ、サウジアラビアのメッカからエルサレムまでたった一夜で旅をします。実際に池上さんがイスラム教の聖地を取材しました。
サウジアラビアに降り立った池上さん。向かったのはメディナです。世界中のイスラム教徒が聖地と呼ぶメディナ。至る所で目にする看板にはムスリムオンリーの文字が。イスラム教徒だけが入れるということです。神の言葉を聞いたとしてイスラム教を広めた、預言者ムハンマド。生まれたのがメッカ、亡くなったのがここメディナということで、この2つが聖地になってるんですよね。メッカというのはイスラム教徒以外の人は一切入れないんですね。こちらメディナも私たちは特別に許可をもらって入ってきたわけですからね。そうなんですね、特別に許可を得てメディナには来たんですが、しかしあそこ後ろ見てください。スタートオブハラムエリアですか、イスラム教徒じゃないものはここまでよというので、その入り口の前に立ってリポートしているというわけですね。そうなんですね、ここから先は神の領域。メディナの中心部はイスラム教徒以外原則立ち入りが禁止されています。季節ラッシュですね。メディナの中心部は建築中の建物が多く、インターコンチネンタルやマリオットなど欧米大手のホテルチェーンが進出しています。毎年ね、200万人から300万人の巡礼者がサウジアラビアを訪れて、みんなメッカに行くわけですけれども、メッカに行った後、かなりの割合の人がその後こちらにもいるわけですからね。巡礼者を受け入れるホテルを作るとお客が入りますよね。16億人とも言われるイスラム教徒が目指す聖地メディナには、観光業をはじめさまざまな宗教ビジネスが展開されています。聖地メッカの周辺には巡礼者用の高級マンションが売り出されています。車で走ると現れたのは預言者ムハンマドが眠る預言者モスク。預言者モスクは西暦622年に建てられたモスクです。そこへ近づく池上さん。世界中から集まったムスリムたちが預言者モスクを目指します。今預言者モスクからアザーンの響きが流れてますね。モスクに来たれ、そしてお祈りをしようという呼びかけているんですね。いわゆる白人からアラブ系、そして黒人、そしてアジア系の人たちなど大勢来ています。いろんな民族、それから言語、国を超えてイスラム教徒っていうのは本当に世界に広がってるんだなっていうのを痛感しますね。次はイスラム教徒の食事を見ていきます。コーランにはこんなことが書かれているんです。神はただお前たちに死骸と血と豚肉および神以外のものの名によってほふられたものを禁じたもうと言っても、食い意地のためでもなく、金に背く心からでもなく、無理やりに食べさせられたものには罪はない。神は寛容にして慈悲深いお方である。死んだ動物の肉を食べてはいけないよということなんですね。つまりこれは例えば牛であるとか鳥であるとか、そういうものが生きているものを確認して、それを処分をして食べるのはいいけど、そこに死んでいるものは病気で死んでいるかもしれないから、死んで見つかったものを食べてはいけないよ、これは健康のためだということが分かりますよね、それから血は食べてはいけないと。血はちゃんと血抜きをしろということですか。そういうことですね。血抜きをちゃんとしなさいよということです、それから豚肉と書いてあります、豚肉を食べてはいけないと書いてあるんですね。しかしそれは、食い意地のためでなくて無理やりに食べされたものには罪はない。つまり豚肉おいしそうだなって食べたらやっぱりこれは罰になるんだけど、無理やり強制的にお前豚肉を食べないと殺すと言って脅されて豚肉を無理やり食べさせられた場合はこれはいいですよということになるわけですね。あるいは騙されて食べたらこれはしょうがないよっていうことになるわけです。さらには、ここにはですね、神以外のものの名によって葬られたものを禁じたもうっていうことは、イスラムにおいてはですね、アッラーアクバル、
神は偉大なりと言いながら、例えばその牛肉だったり鶏肉だったりってことを処理しなければいけないってことになってるんですね。だからそうでない風になったものは食べてはいけないよということになってるんですね。イスラム教の教えにのっとった方法で調理されたものをハラルと言います。許されたものという意味です。成田空港で天ぷらなんですけど、ここにハラルって書いてあります。アルファベットでハラルで、この下にアラビア語で右から左にハラルって書いてあります。イスラム教徒の人が来た時に豚肉を食べてはいけないわけです。お酒もいけないわけでしょ、お酒を飲んではいけないわけですから、例えば和食だとみりんが使われてる可能性があるでしょ。結構使われてますよね、みりんはアルコールが入ってるからダメなんですよ。それだけじゃないんですね。こういうところでは例えばキッチンにおいて豚肉を料理した後、そこに牛肉や鶏肉を持ってきて料理をするってことはダメなんですよ。キッチンを全部分けなければいけない。そして消毒をするときにアルコール消毒をすると、お酒アルコール分が入ってしまうんですからダメなんですね。そういう時は塩素消毒をしなければいけないということまで事細かに決まっていまして、さらにはアッラー以外の名のもとに放られたものはダメって書いてあるでしょ、だからイスラム教徒がアッラーアクバルと言いながらこれを肉などを処理しなければいけないっていうことになってるんですね。そこまでちゃんとやるとこうやってハラルの認証が受けられる。ハラルの認証があれば日本に来たイスラム教徒の人たちは安心してここで食事ができるということになるわけですね。つまりこれがビジネスチャンスになるんだということです。北アフリカから中東、そしてパキスタン、バングラデシュ、インドネシア、この辺りにイスラム教徒がいる。国民の 50% 以上がイスラム教徒の国と地域というのとこれだけのものになるわけですね。でこれが大体16億人と言われています。今さらにイスラム教徒は増え続けてますね。キリスト教徒は20億人以上いますけど、いずれイスラム教徒がキリスト教徒の数を抜くだろうと言われているわけです。だったらこの人たちを対象にしたなんかビジネスっていうことを考えてもいいんじゃないかということになるわけですね。服装や食べ物以外にイスラム教徒が守らなければいけない行いを見ていきます。六神五行、唯一全能の神、つまりアッラーですね。アラーを信じること、天使が存在するということ、それから経典、これは旧約聖書であり新約聖書でありコーランのことですね。それから使徒、預言者、来世の存在、この世の終わりが来た後に、その後の人生があるんだよってことを信じる。そしてもう一つ信じるものとして貞明があります。これは運命を信じるということです。これをイスラム教徒としては信じること、これが六神ということになります。そしてその上で守るべきものというのが5つあるわけですね。信仰告白、アッラーの他に神はなし、ムハンマドは神の使となり、これが私はイスラム教を信じているんだよという信仰告白になるんです。アッラーの他に神はなし、ムハンマドは神の使となり、これが信仰告白というものなんですね。そして礼拝ですね。1日に5回のお祈りをするということがなっています。礼拝は聖地メッカの方角を向き、決められた時間に行います。そして寄捨ですね。これは寄付ですね。困っている人、貧しい者の人たちに寄付をしなさいよということが、これも義務付けられているわけですね。イスラム世界ではもう寄捨することを義務付けてですね、税金のようにこれを徴収するというのがあります。その場合の基準はだいたい所得の 2.5% 程度、これが一応寄捨する、寄付をする、基準ということになっているわけです。お金持ちもそうでない人も 2.5% ってことですから、お金持ちはたくさんのお金を、そうでない人はそれなりのお金をという意味が含まれているということですね。断食ですね。ラマダン月。ラマダンとは断食のこと。イスラム歴9月の1ヶ月間、太陽が昇る2時間くらい前から日没の間、飲食を断ちます。
これ実はコーランを読むとですね、黒い糸と白い糸の違いが分かるような明るさになったらって書いてあるんですね。つまり真っ暗な時は黒い糸と白い糸区別がつかない、でもやがて日が差してくると黒い糸と白い糸の区別がつきますよね、その時からまたそれが黒い糸か白い糸かの区別がつかなくなるまでの間、飲んだり食べたりしてはいけないって書いてあるんですよ。日の入りに最初に食べる食事のことをイフタールと言いまして、これはみんなで一緒に食べることが望ましいとされているんですね。ですから例えば大学であるとか、あるいは会社であるとか、それが、日没が近づいてくるとみんな、仮設のテントが引かれてですね、そこに机があり、そこにおいしいものがずらりと並んで、みんなで時計を見て日没の時間を待つんですね、で日没の時間になった途端みんなで一緒にこのイフタールを食べる。だから断食月は実は毎日がお祭りのような気持ちになるというわけですね、そうやってみんなで一緒に食事をする。でそうすると何が起きるか、そうすると日の出前にお祈りをする時に起きてきますよね。この時にみんな食いだめをするんですね。大量に食べて二度寝をするわけですね、でその後夕方までずっと何にも食べないわけでしょ。日没になって食べるとお腹ペコペコですから、ついいっぱい食べちゃうわけですよ。結果的にラマダン月一月の食料の消費量というのは他の月よりも増えるんですね。断食月なのに、断食月の方が食料の消費量が多い。人間だなって思うでしょう。そうですね、イスラム教の場合は太陰暦を使ってます。月の動きで一月をやってるわけですから、私たちが使っている太陽暦とは、一月ごとに数日ずつずれてくるわけですね。だからラマダン月というのがあるわけですが、これは、毎年毎年少しずつずれていきます。これが真夏のこともあれば真冬のこともある。真夏のラマダン月は特にこういう中東においては辛いですよね。一口も水を飲んではいけないというのは大変辛いということになるわけですね。一方、断食を免除される人もいるといいます。病人、そして旅行者は、この断食をしなくてもいいと書いてあるんですね。当時のことを考えてください、7世紀頃ですよ、エジプトの砂漠の、アラビア半島の砂漠を旅行して、旅行するときに飲んだり食べたりできなかったら命に関わるわけですよ。そうですね。だからそういう時には飲んだり食べたりしてもいいよということがあって、それが現代にもなってるわけですね。例えば日本に来たイスラム教徒がラマダン月だけど旅行中ですからで食べたり飲んだりすることができるんですよ。そうすると旅行って何日ぐらいなのかってことになるわけですね。そうですね。何ヶ月もいてもいや旅行中ですからっていうのじゃないというんで、一応ねイメージとしてはね、この場合の旅行ってどのくらいですかと聞いたら大体14日ぐらい、2週間ぐらいなんだそうです。2週間ぐらいだったらまあ旅行だと言ってもいいと。それ以上滞在している場合はやっぱり守らなければいけないというのがイメージとしてなんとなくみんなの常識になっていますと、こういう言い方でしたね。そもそもなぜ断食をするのでしょうか。コーランにはその理由は書いてありませんが、理由の一つとしてこんなことが考えられるそうです。後からの解釈なんですけど、おそらくイスラム教徒が全信者が金持ちもそうでない人もみんなで同じ行動をとることによってイスラム教徒としての連帯感というのが、あるいは団結心というのが固まるんじゃないか、あるいは食べないことによって食べ物がない非常に貧しい人たちのことを思いやる、そういう気持ちになるからじゃないかとか、そういうことがいろいろ言われているんですね。イスラム教徒が守るべき行いに巡礼があります。聖地メッカにお参りすることを一生に一度は行うことが望ましいとされています。巡礼に行くとですね、ハッジという、称号をもらいます。ハッジというのは巡礼を成し遂げたものという意味なんですね。イスラム教では年に一度の巡礼月に世界中のイスラム教徒が
サウジアラビアの聖地メッカにあるカーバ神殿に集まってきます。偶像崇拝を禁じるイスラム教。カーバ神殿には神様の絵や像はありません。黒いキスワという布に覆われた建物に向かって礼拝を行うのです。巡礼の時はですね、どんな人種のものも、あるいはどんなに豊かなものも貧しいものも、みんな白一色のあれだけを着てここに来るんですね。本当に神の下で全ての人々は平等なんだってことを実感させる。で、世界中からいろんな肌の色の人たちが来て、ここで一緒にお祈りをする。それによってイスラム教徒の連帯感っていうのもまた強まるということなんですね。例えばインドネシアとかフィリピンのイスラム教徒にしてみれば、一生に一度は何としても行きたいという思いを持って、そのためのお金を積み立てるということをするわけですね。